過去、現在、未来の3種類で時を切ったり、またその外で時の流れなるものを一つの連続体として眺めるということは、時そのものと何らの関係を持たない抽象体の話をしているということになるのである。事実ということは、どんなことを言うのか、はっきりとわからないが、時の事実は、実に、時、そのものの中に生きている、ということに他ならないのである。時、そのものの中に生きている、ということは、天上天が唯我独尊、ということでなければならぬ。この独尊者が、時を作っていくのである。時は、独尊者の生きていく痕跡なのである。時をこの独尊者から離しては理解できないのである。時は痕跡であるから、それのみを事実だと見ていては、巨人の独尊者はもうそこにはいないのである。我々の考えの混雑は、実にこの矛盾から始まると言うべきであろう。何が具体か、何が抽象か、ということは、その人の考え方、見方によって異なると思う。例えば、ここに一つの茶碗があるとする。また、向こうに、スズメが4羽、電線の上に集まっているとする。これほど具体的な話はないと考えられる。すべて感覚上の経験は具体的で、それが一旦思考することになると抽象的になると言われる。ところが、これが果たしてそうかというと、この感覚上というのが、甚だ具体ではないのである。独尊者、その人の動きからというと、こことかそことか言って、空間に区切りをつけたり、スズメとか茶碗とか言って、個的限定をやることは、すこぶる、抽象的なことなのである。こんな限定は、独尊者の預かり知らぬところである。だから、独尊者というものから引き離して考えたところから、ここがあり、スズメが出るのである。スズメという子は思考を経た抽象体である。ここというのも同じ通りである。独尊者の本体はここにもいなければスズメでもないのである。それゆえ彼はここにもあり、あそこにもあり、スズメでもあり、電線でもあり、天でもあり、何でもかんでもあり得るのである。世間では、独尊者は抽象的思考の結果であるという。しかし、今一つの観点からすると、スズメというものも、すでに抽象的である、という方面から見ると、独尊者というものほど、具体的なものは、ないのである。